百太郎伝説。昔、東地方の人たちが不毛地で水不足のこの原野に溝を作って球磨川の水を引き入れ立派な高地にしたいと考えた。しかし溝を作るにも球磨川の急流をせき止めて水を流入させるとなると大変な事業である。ところが工事を始めたところ、せっかく堰を作っても大洪水で流出するなどし、2回3回と壊れてしまい失敗を繰り返していた。この工事を始めてから数年が経ったある日の秋祭りがやってきた。明日はお祭りという前夜のことである。村の世話人の寝ている枕元に水神様が現れて厳かに、明日の祭りに袴に横島の次を当てた男が参拝する。その男を堰を作る時の人柱にすればよいと申し渡した。世話人ははっと驚いて目が覚めた。そこで早速このことを村の人に話し、翌日村に行き、参拝の男たちをよく見ていると、果たせるかな水神様のお告げの通り、島の次当ての袴を履いた男が現れた。この男がすなわち百太郎であった。百太郎を見つけた村の世話人たちはこのことを役所に届け出て、今一度堰を築くことを、それからさらに人柱を立てることの許しを得た。工事は再び始められた。冬も近づき球磨川の水が枯れた時期を見て、村人たちは最後の希望をかけて工事に懸命の努力をし、石が運ばれ、太い材木が横たえられ、工事は進められた。この工事に真面目に働いていた百太郎は、水神様のお告げだというので、人柱になることを素直に承諾した。この百太郎は日頃から正直者で、年老いた母をいたわり後進の強い男であったが、哀れにもその母親を残して尊い人柱として犠牲になった。堰の門の真ん中の大石柱、その下に胸に手を組んだ観念の眼を閉じた百太郎は生きたまま柱の下に埋められてしまった。村人たちはこの哀れ人柱となった百太郎の姿に手を合わせ、念仏唱えつつすすり泣いた。尊い人柱のためこれまで幾度となく押し流されていた堰も、今回は立派に出来上がり完成したのである。村人たちは大雨の降るごとに人柱となった百太郎を思い出して感謝し、この溝を百太郎溝と呼ぶようになった。